音入りましたね。はい、すいません。ちょっとね、音声がトラブっていましたが、それではね、ちょっと今日は、イレギュラーなんですけれども、大型イベントが始まったということで、珍しくね、金曜日ですが、エボニー配信をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、下流さん、こんじゃるは、かずきさん、こんばんは。ラーメン。いや、そう、特にね、イベントスケジュールみたいなやつ、別に特に用意してないし、まあ、いつもの待機画面でいいかっていうことで、ラーメンのね、画像を貼っときました。ちなみに今日食べたやつです。はい、チキンスープのラーメンと、チキン系の、ご飯と、チキン味のあえ玉ですね。はい、クソ食べてきました。めっちゃうまかった。はい。ホワイトロータスさん、こんじゃるはコメントありがとうございます。はい。ということで、お品書きをね、変えるのを忘れていましたけれども、今日はね、新しいイベントを見ていこうというところでね、やっていこうと思います。はい。よいしょ。かこさん、YouTube 見ててよかった。こんにちは。あ、ありがとうございます。はい。急遽ね、いや、正直、同時還元とかね、来るのとかは、まあ予想できてたんですけど、なんかその他のところも、なんか結構ね、ワンサが来て、一応ね、火曜日に話したところが結構ね、今回のね、アップデートできていて、まあ、せっかくなんでね、まあみんなで見ていこうかなと。私、なんだ、リセット直後のね、情報を少し追いましたけど、あんまり細かいとこ見れてなくて、あのー一緒にね、見ながらになっちゃうかなと思うんですけれども、はい、新イベントをね、見ていきたいなと思っています。まあ、ただね、ざっと見た感じ、もういつものノリなんですよ。はい、ね、ピックアップされる、奴らが違うだけで、大体ね、パターン一緒なんですよ。もうこのバナーもね、もう見慣れましたよね。はい。なんか、いつも通りだなとは思ってるんですけれども、まあ、せっかくなんでね。はい。こういう、なんか、イベントが多い時ってもう何やればいいのかわかんないよっていうのがね、あるかなと思うので、見ていこうと思います。はい。もう特にね、こういうカニちゃんね、もうめちゃくちゃカニ出てるんで、カニがな、美味しくないんだよな。はい。ちょっともうこの話もね、していかなければいけない。虎の時みたいに美味しいかと思ったらそんなことないなっていうふうに思ってますね。ニコさん、こんじゃるは、飯テラ。飯テロ。飯テロすいません。はい。おすすめのラーメン屋です。マサルさん、こんじゃるは、こんじゃるは、こんじゃるは、コメントありがとうございます。塩さん、クリエイターコラボ完全しようですよ。いや、そう、なんかね、実績に一回だけね、バグって、ちょろっと、あの戦場のね、名前が変わってたやつがね、出てたことがあったんですけど、なくなっちゃいましたね。まあまあまあ。はい、グラディエーターコラボ、なんだろう、売り上げ悪かったのかな。はい、来なかったですね。もう完全終了ですね。
サータモンさん、コンチャルは不意打ち配信。はい。そうです。長期イベント、大型イベントがね、まあ来た時ぐらいはたまにはね、まあ金曜日とか土曜日のどっちか、余裕がある方に開催しようかなと思っていて、うちの同盟ね、日曜日の朝6時から BOC なんですよ。それ考えると土曜日の夜配信したくないなってなって、はい、今日にしました。今日ね、もともと予定してたイベントがなくなって、はい。今日遊ぶ用事があったんですけども、なくなったので、じゃあ、やるかというところで、はい。イベントのところをね、まあ、皆さんの一緒に見ていけたらなと。まあ、逆に言うとね、来週の火曜日のネタは今日でなくなるので、来週の火曜日はね、マヤの配信でもやろうかなと思ってます。ジャムシャ、Thank you for your comment, ジャムシャイ。吉崎さん、こんじゃるはコメントありがとうございます。はい、ということで、まず何からいきますかまずね、まず一番最初にね、言及しなきゃいけないのは、来ましたね。来ました。はい、みんな大好き、同時還元ですね。リソースとスピードアップが同時できました。本来であれば、今回はスピードだけのターンだったんですけど、リソースが来ましたね。ここのところね、2回ぐらい、スピード同時スピードっていう、スピード挟みだったんですけど、今回はそのリソース挟み、リソース連続ですね。はい。ということで、リソースの消費、スピードの、同時、またリソースの消費ということで、はい、このね、1ヶ月半は、資源消費がね、すごいことになりますので、皆さんね、しっかり稼ぎながらやっていきましょうというところかと思います。ちなみに私前回ね、20B 消費して、20B 消費したんですけど、10B ぐらい余ってたんですよ。だからね、今回の同時消費も、20B しっかり目指して、で、そのね、さらに次、また3月の7日、ね、もう再来週の話するのかやって感じですけど、3月7日にまたね、資源の還元来るんですけど、そこは 10B で抑え、そこでストックして貯めて、4月の消費還元で計39に着工するみたいなね、そんなプランでね、はい、そんな感じでやろうと思っていたのが、予定通りやれそうなんでね、やったぜという感じですかね。はい、ということで、同時還元が来ました。同時還元はね、その建設とかスピードアップがね、すぐに使えるということで、おすすめなのはね、こういう訓練所系ですね。はい、私とかね、上げられてないんですよ。車上がね、レベル35のままで止まってるんですけど、これ本来は36以上にしたくて、はい、36以上からね、射撃兵の攻撃力がプラス5%、HP プラス5%みたいな感じで、バフがね、かかるんですよね。だから、訓練場って上げとくべきなんですよと。で、K40 になった時にね、T15 作りたいということも考えると、城のレベルになるべく合わせといた方がいいですけれども、私は、軍権と生産重視の、建設の仕方をしているため、放置してたんですね。はい。ということで、こういう同時還元の時にしっかり上げていこうかなと思っていますということで、そう待ってました。同時還元がね、だいたい4ヶ月に1回とかそういうペースでしか来ないので、そう、1年ね、3回しか上げられるタイミングがないんですよ。はい、貴重なタイミングなので、ここでね、しっかり上げていきたいなと。はい、病院とかは最近そんなにSBS もしてないので、そう、病院とかもね、建設中はね、回復できなくなるっていう超クリティカルな施設なんですけども、まあ37で十分かというところで、この訓練所系を今回私はね、着手していこうかなって思っています。はい。で、まあ、同時還元はいいとして、あとね、いや、どこから行こっかな。まあ、お知らせから行くか。お知らせ、あれだな。保存したやつ。はい、いっぱいね、来てます。はい、新しい将軍。新しい将軍から行くのもおもんないな。やっぱ、だったらイベントバナーから行くか。はい。じゃあ、この星空の巡りというところで、はい。いつものね、大型イベントがある時のバナーになっています。ここにね、王のパーティーとか名称召喚とかね、いろいろ一覧になっていまして、はい。今回の、はい。ピックアップした将軍、ピックアップされてる将軍は、アルテミスですね。はい。ついに、神シリーズがまた来ましたね。なんか、前もあったよね。ロキとかも神シリーズだった気がするんですけど、はい、アルテミス。騎兵系ですね。部隊を率いて攻撃する際に、
騎兵の語彙力、防御力が50%アップし、歩兵と騎兵の HP が40%アップしますということで強いですね。はい、もう50%が当然のようになってきましたね。はい、この辺のね、特性、最初の方は一緒なんですけど、これ行軍速度プラス10%って珍しい気がする。電撃戦って初めて見たような気がする。はい、騎兵のアリスはね、いつも通りですと。はい。これね、特性ぶっ壊れてますよね。絵は一緒なんですよ。この凱旋門が載ってる絵は一緒。森の聖なる矢って言ってるのにさ、もう森の要素も矢の要素もないの。マジで、使い回しにも程があるんだろうっていう感じなんですけど、はい。攻撃時の騎兵の攻撃力プラス55%ということで、行軍条件になっているものの、えっと、インフレが、インフレが激しいですよね。全く。和樹さん、弓持ってるのに騎兵は紛らわしい。確かに。確かに。こいつ弓持ってるのに、まあ、狩猟ということで、騎兵扱いしてるのかもしれないですけど、紛らわしいですね、確かに。和樹さん、特性に行軍速度ついてるのはナポレオンプライムもですね。あ、そうなんだ。ナポレオンプライムも行軍速度ついてるんだ。私、それ、知らなかった。そういえば、ナポレオンプライム持ってないからな。なるほど、なるほど。じゃあ、これは初出じゃないんですね。これも攻撃時の経営の効力プラス20%上がるということで、特性だけでも、火力が、こっちで火力が上がんないよね。10、20%、30%、85%上がって、本体の能力で135%上がるでしょ。で、こいつは一応エピックプレミアムから出る系の将軍なので、まあね、頑張って赤星を狙ったとすると、さらに30%、50%、90%ということで、こいつだけで175%騎兵の火力が上がるのかな。はい。やばいですね。もう本当にぶっ壊れてる。さらに制約。はい。制約でもね、騎兵の攻撃とか行軍速度とか上がって、全体に効くやつは訓練上限とレイドに参加する際の騎兵の攻撃力。あ、いいですね。レイドバフ10%ついてんだ。これは使いやすい。で、部隊定員も上がる。はい。攻撃時の騎兵の攻撃力プラス15%って書いたんだけど、何こいつ。強。はい。やばいですね。25%、195%ぐらい上がるんじゃないかなこいつだけで。はい。で、特性のね、お供は比較的ゲットがしやすいブーディカ。あと、なんだっけ、ヘスティアだっけなんか、はい。フィの女の人と、で、こいつがね、新しく、こいつは、レア枠ですね。こういう一大イベントって、プレミアムで出てくる将軍と、あの、超レアな、枠が、出てくるんですけれども、まあ、いつものね、並びという感じですかね。で、こいつはお色直しが存在して、名称スキンでね、はい。あのーまあ、アルテミス、こっちはね、狩猟の娘感あったんですけど、なんか知んないけど、これもう、あれですよね。ハート、この矢の先ハートになってるですよね。アルテミスとかこういう矢見たら大体ハートの矢を思い浮かべるんですけど、はい。なんか知んないけど、エンジェルっぽい感じに、ね、なりますね。はい。なんか、後ろで鳥が動いていて、なんか、すごく豪華な、あれになってるようですということで、こいつね、お色直しをすると、攻撃時の騎兵の HP、敵の歩兵の HP がマイナス10%ということで、やっぱね、PVP で使えますよっていうね、性能をしてるんじゃないかなという感じですということで、はい。変身した時別人になるのはいつも通りな感じですね。はい。顔の骨格が変わってるんじゃないかと思いますが、強いですと。で、もう一人ピックアップされてるやつはどっから見るのがいいかなこっちかな星空の伝説。はい。いつもね、このシリーズは両方ともね、将軍が、片方が攻撃特化系、片方は援軍にも使える系っていうね、組み合わせになってることが多いんですけれども、ヘルメイス。これね、ヘルメイスね、私、最近、キングダムハーツやってるんですけど、オリンポスコロシアムに出てくるヘラクレス、こいつ、ヘルメイスってなんか子供の頃言われてたんだよな。こいつ、ヘラクレスやんということで、はい、ヘルメイスさんですね。はい、彼は部隊を率いて参戦する際に騎兵の攻力、HP が50%アップし、部隊定員が12%アップするということで、部隊定員アップがついてるのが偉いですね。はい。参戦なので、防御にも使えるという使いやすい将軍になってますと。まあ、その代わりね、防御にも使えると書きましたけども、防御力は上がらないですね。
はい。こいつは、ワールドボスとかね、狙うときとかの、お供にね、使うのも良さそうですけれども、はい、ついてる特性も、攻撃が10%アップ、部隊定員が、部隊定員ここでも6%上がるの？ 18% 上がるじゃん。はい。で、騎兵のアレスはよくあるやつ。あ、歩兵と騎兵の攻撃プラス40%ということで、はい、まあ強いですね。基本的に覚醒は無理だと思いますが、赤い星も、なんか強そうな。この辺もね、ちゃんと全部参戦する系になってますと。で、重要な制約を見に行きましょう。はい、制約ね。はい、いつものお供のやつと、なんか歩兵のやつを参照するじゃないか。なんだっけ、スキピオだっけわかんないや。私持ってないやつです。はい、彼の、全体バフは、増援する単位に騎兵の攻撃力プラス10%。これ増援なんで援軍ですね。はい、援軍、建物とか、味方の城に援軍送った時だと思います。騎兵の攻力がプラス10%。あと、騎兵の訓練速度。騎兵の訓練速度とかね、訓練上限とかね、ちょっと、個人的にはね、そんなに嬉しくないやつですね。でね、ぶっ壊れてるのが部隊定員ですね。またここに10%ってついてて、こいつ本体で12%で、制約で22%で、特性何パーセントだった？ 6% だったか？そうだね。28%。こいつだけで部隊定員が28%上がるんですよね。はい。で、集結の場のレベルが高ければ高いほど効果がクソでかくなるんで、こいつ、やばいんだよな。部隊定員の増え方おかしいだろっていう風に、まずね、思いました。はい。これはね、これはね、そう、防御力がないとかもそんなこと関係なく、数の暴力を打ち出していて、私ね、もう、騎兵のワールドボスとか、同盟ボスのお供に、ワシントンプライムをね、お供にもう決め打ちしてるんですよ。はい。これもね、部隊定員が15%アップとか、こっちでもね、上がって23%、15と6で21%で、制約で、27%違う、26%か。はい、でやってるんですけど、はい、なんかこれと、なんかほぼ同じ性能の上位互換が、ね、火力がね、あっちの方が多いんで、10%も多いんで、で、この辺もね、よいしょ、建国の父、よいしょ、攻撃力、でも攻撃力同じぐらいか。はい。まあまあまあ、後発のね、将軍が、性能がね、上がるのは、まあ当然なんだけれども、またすぐ、すげえの出してきたじゃんということで、はい。舞台転アップ、お化けですね。ということで、ワシントンプライムをね、持ってない人とかには、なんか非常におすすめなね、性能をしてるのかなって思います。はい、903コンジャルは大型イベント来たと思ったら配信来ました。予想通りですか？はい。ありがとうございます。そう予想通りですね。はい。そろそろ大型イベント、まあ、今回か来週来るかなと。いや、グラディエーターまたおかわり来るかなと思ったら全く来なかったですね。はい。大型イベントはね、まあ、そろそろだろうなと思っていたんですけども、ついに来ましたね。ちなみにこの辺分かりやすくて、これをね、スライドしていくとね、たどれるんですよね。えっと、今回が、このね、オリンポスみたいなやつでしょ。で、グラディエーターコラボ。これが、11月末でしたよね。で、7月頃にこのシグルズのやつ、なんかラインガーかなんかでしたっけ？こいつラインガーじゃないか。で、メリッサーニュ。これがね、去年の4月ぐらいということで、そう、ちょっとずつ、ずれて、早まってはいるものの、はい。去年は3月末とかだったと思うんですけど、まあ、ちょっとずつずれてきて、今回ね、2月末で来ましたということで、はい。この変遷がね、わかる。このイベントのね、この雰囲気、ちょっとだけ好きです。はい。アンドレ・マセナとかもね、これはナポレオンイベントはね、長かったんで2回来た、3回来たのか、3回来た時のね、3回目、一番最後のピックアップだったような。違うな。こいつ、もともと3回目じゃないか。2回目かなんかで出てきたやつだな。はい。2回目なわけないや。1回目か。こいつもだから12月ぐらいか。
はい。ということで、この辺ね、変わっちゃうと、私がね、まだゲットしてない、アレクサンドラとかがね、出なくなっちゃうんですよね。これ、それちょっと辛いんですけれども、はい。こんなにね、レア将軍もどんどん増えてきてますというところで、あ、4つ目にも10%ついてますよ。コンジャルはヒカさん38%ですよ。38%? 何言ってんだマジでマジで舞台定員10%ついてる。バカじゃないの。待って、本当だ。10%、22%、30、え ?20、22%、32%。えあ、違う。いや、10、18、18%、28%で、38%。はぁ強っ。ワシントン涙目。まあ、4つ目をね、開けるのは相当大変だから、まあ、これをね、簡単に、経験には表せないですけど、やっぱ強いですね。ぶっ壊れです。メルコックさん、あれ金曜日だ。曜日間違えた。いや、金曜日なんですけども、大型イベント始まったから、なんか、ね、自分一人で見るのもあれだし、喋りながら見てこうってなりました。はい。ということで、一緒にね、イベント見てくれたらなと思ってます。あ、来週はマヤ配信しますんで。ののさん、こんじゃるは、香港一世の特性上げたばかりでアルテミス見てがっかりしてます。いや、そうなんですよ。そう、さ、直近でさ、将軍新しいの出たばっかじゃん。ね、香港さんね、比較的、このね、これ見ると、プレミアムのね、ところ見ると分かりやすいんですけども、これ順番になってて、そう、ね、まあでも一応、まあ、こんなもんか。騎兵、歩兵、工場兵器、騎兵みたいなね。若干ね、ちょっと、あれなんか思ったより早いなみたいなね、感じですけれども。そう、射撃、騎兵、歩兵、工場兵器、射撃と来なくて騎兵がね、また来ちゃいましたね。はい、ほんとね、インフレすんのが早すぎますよね。はい。あのなんか強すぎないまあ、ワシントン持ってっかんな。あの、アル、アルテミスはね、個人的にアルテミスはそんなに惹かれないんですけれども、ちょっとヘラクレスはおかしいだろう。舞台定員38%上がるのはちょっと夢がありすぎるな。これクラスがどんどん増えていくのだろうか。はい。いくらレア将軍だからってやりすぎたよっていうね、感じがしますね。はい、森さん、こんじゃるはコメントありがとうございます。あのー、なんだっけ。ラッキーギフトを引いた動画おもろかったです。あと戦場の達人の自由特性はね、そう、私も、あの、前話題にしたことありますけど、そう、戦場の達人のね、特性めちゃくちゃ重要なんで、そうそう。もうぜひ、ぜひ広めていただきたい。塩永さん、私はワシントンと真珠予定。もう私も真珠ですね。もう制約上げちゃって、もう制約上げらんないんでね。さあ、ダモさん、はっはっは、定員アップのアイテムがゴミのようだ。いや、そう、定員アップのアイテムとほぼ同じぐらい上がるのやばいですよね。38%。これね、50%アップとかなり近づいちゃいましたね。すごすぎる。モッコスさん、こんにちは。コメントありがとうございます。ヘオニーさん、T1 ボム試した。そうそうそう、T1 ボムも私、そう、あの動画も見ました。そう、結構ね、まあ、皆さんなんとなくね、感覚でわかるんじゃないかなと思います。別に海外の方をディスるつもりはないんですけども、海外だからとかそういうことではなくて、単純に、あの、変な人は変なことをしがちなので、なんか、ね、そういう人をね、うまく引っ掛けられるとね、稼ぎやすいよっていうね、もうその通りだなと思って聞いてました。はいはい。とりあえず、まあそんなところで、まあ新しい将軍ね、これもまあいつも通りのやつですと。で、重要なのがね、このアイテムですね。はい、この
髪飾りみたいなアイテムが、いつもと同じですね。資源採集、モンスター討伐から、ゲットできるようになって、全体で30回、引くことができますと。で、その他にもね、宝箱からゲットできるようになっているので、まあ、大体ね、いつものイベント5回、50回分かなくらいはね、溜まるイメージですと。はい。そこでね、運よく引ければ、この三日月の参加の名称寺戦宝箱というところがね、ゲットできるかもしれませんと、この中から好きなやつを選ぶという形になってます。はい。私ね、メリッサリーニがちょっと欲しかったんですけれども、この宝箱引いたらヘルメスを引きたくなってくるな、みたいなのがね、ここね、ちょっと悩みますね。はい。引け、まだ引けたわけではないので、大体ね、引けないです。このシリーズで私引けたの多分、1回そう、シグルズを引いた時ぐらいなので、そういう、なかなかね、1年半に1回とか、なんかそういうペースで弾けるかもしれないみたいな、そういうレベルなんでね。はい。今回も弾けないとは思いますけれどもね。はい。そう、当たらないね、可能性が高かったとしても、弾くのを忘れちゃいけないんで、しっかりね、タイルからも回収してやってみましょう。はい。で、あと、この一番上のやつ。はい。これもね、いつもと同じですね。これ、イベント解説、はい。を見ると、この素敵なお城。はい。いつものね、その3段階になる、なんかここに星座が出てくるね、このおしゃれな、はい。三日月のなんちゃらで、スターパレスとかなんか書いてありますけれども、はい。まあ、このね、ランキングは、まあ、いつも通りね、ぶっ壊れの、課金者たちの採点ですというところで、これは、まあ、どうでもいいとして、これですね、通常のイボニーのプレイをする中で、いろいろポイントが集まりますので、もうすでにね、皆さんも上光ってると思います。この辺のね、宝箱をクリックすると、いっぱいアイテムがもらえますので、この辺をね、引いていきましょうというところですと。はい。私も、なんか特に意識したわけではないですけども、すでに、1万は溜まってましたと。で、私の感覚では、無課金でも結構頑張れば60万まではいきますと。で、それより上はちょっと厳しい。いけたことないですね。この150万とかいけたことないですが、60万まではいくかなと。で、20万まではその苦労せずにいくかなっていう感じがするので、はい、いつも通りね、しっかり、プレイをして、この辺のね、リソース、リワードをゲットしていきましょうと。はい。まあ、それなりにね、いいアイテムが入ってますんで。で、重要なのはこの引き換えストアですね。はい。この、いつもの、金と銀のね、アイテムがありますということで、まず銀の方は、通常プレイ、モンスター討伐と、資源採集から手に入るようになってます。はい。これね、期間が十分にあるので、まあ、基本的にはね、マックス集められるかなと。全部で1000個、アイテムがね、ゲットできますということで、もう1日目にしてね、104個集まってますね。はい。で、次に、金色の方です。これは基本的にはパッケージ購入で集めるものなんですけども、一応活躍度、毎日の活躍度でも、1日4個、11日間で44個の、この金のアイテムが手に入るというような形で、いつもね、いつもと、全く同じようなラインナップになっています。で、ここにね、伴侶スキン、豊穣の女神みたいなの書いてあるんですけど、これもね、はい、見に行きましょう。後でね、見に行きますが、はい、新しい伴侶が増えてますと。はい。で、戦略天才の名称寺戦箱という、宝箱ということで、まあ、レアなね、属種翔太とかがなんかいろいろ含まれていますが、この宝箱じゃなくても、まあ、個別でですね、北方の蛮族王だとか、竹中とかがね、いろいろ含まれてます。ボード版ここなんだ感はありますけれども。はい。ボード版ね、ちょっと安い設定なんですよね、300。その代わりね、引けるの数がね、2位に防がれている。まあ、とはいえ、無課金でね、ゲットできるのは44コインまでしか交換ができないので、まあ、うまくね、自分が、足らないアイテムを交換するといいんじゃないかなと思っています。私はこれにしようかなって悩んでます。はい。もう宝蔵の脇の宝箱ね、ただでさえ確率が悪いのにまた悪化したんで、ここもね、後で見ていきましょう。はい、ということで、金色のアイテムで交換できるやつが、いわゆるレア系のアイテム。銀色で交換できるやつは、最も重要なのはこれね、ラムネね。はい。ラムネはね、ヘカテイベント攻略にとても重要なアイテムですので、まあ、ラムネを忘れずに交換しつつ、あとね、まだエリーゼ
配ってくれるので、はい。まあ、これもね、当たる確率が低いんですけれども、エリーゼがまだ覚醒できてないよっていう方ね、もう忘れずに、たい焼きとかね、金魚もだったよね。はい。この辺ね、交換しましょうと。はい。私のおすすめはね、リンゴ飴です。はい。私はこのリンゴ飴で、闇市で半額にして、文明の秘宝ね、買ったりしてます。はい。ということで、そう、リンゴ飴買えるぜ、やったぜ、と思ってました。はい。で、カルキノスのハサミ。はい、これですね。カルキノスエリートを召喚できますということで、はい。カルキノスなんだ。カニじゃないんだ。はい。カニなんだか、ロブスターなんだか、出てきましたねということで、じゃあ先にこっちの話をしようかな。はい。カルキノスの最悪ということで、こう気持ち悪いこれ系のボス、いつもなんか若干キモいよなって、ドラウグとかめちゃくちゃキモかったですけど、はい。カルキノスの最悪という、イベントが出ていて、うちのね、同盟ではもうすでにね、たくさん買ってますということで、よいしょ。参加しとこう。はい。これ何かと言いますと、皆さんね、記憶にあるかと思います。前回のグラディエーターコラボの時に、トラありましたよね。トラもノーマルは自然に湧くモンスターで、エリートは特別なアイテムから召喚するアイテムでしたということで、はい、今回もね、同じです。はい、ノーマルはあちこちにいるんですけど、これはね、アイテムで召喚するカルキニアスエリートっていうやつがいて、はい、こいつ、特別なアイテムで、このカルキノスの宝箱というのを落とすようになってて、ここにね、結構いいアイテムが入ってますと。で、ここで重要なのは、この色とりどりの真珠。これですね。はい。カルキノスのエリート、蛮族の時もネックレスを落としたんですよ、エリートが。このカニエリートも、この真珠をね、落とす、特別なモンスターになってて、で、この真珠の交換タイミングが、このイベント期間だけ、この11日間だけなので、このエリートはね、前回の虎の時も解説したかなと思うんですけど、エリートは忘れずにこのイベント期間中に全部ね、引くことをお勧めします。で、このエリートを召喚するための、アイテムが、さっきのハサミですね。グロテスクですよね。カニのカニ、カニのハサミでカニを召喚するのどういうことなんですかね。はい。ということで、このカルキナスのハサミっていうのは、この引き換えストアで交換したり、その他のところでも、手に入れる機会があって、こちらを使って、このエリートを召喚することができますと。はい。で、その真珠の使い道がここですね。はい。これも、いつもと同じようなやつですかね。ああ、もうなんかすでに溜まっとるわ。カニ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 。カニの爪美味しそう。茹でましょう。片沢さん、こんばんは。今日配信でしたか？こんばんは。いや、突発です。はい、なんか、単なる長期イベントだったら別にいいかなと思ったんですけど、結構仕様変更系があって、ささっと取り上げた方がいいかなと思って配信することにしましたということで、はい。この三日月機構っていうところですね。はい。この上のアイコンと文字書いてあるところが大体ボタンを押せるところになってるんですけれども、この三日月の機構というところで、ここをクリックすると、これまでにもあったのと同じイベントなんですが、まあ、すでにね、皆さん、上のポイントが溜まってる感じだと思うので、これもクリックしてね、取っていきましょう。はい。こういうところで手に入るんですよ。さっきのハサミ。カルキノスのハサミが手に入って、ピスケスの導き。これはちょっと後で見ようと思います。このスターリットの宝箱、これがね、重要ですね。はい。これ、今日のログインボーナスでもゲットできた宝箱なんですけれども、この中にですね、スターフェザー、さっきの、あの、ヘラクレス君みたいなね、ヘラクレス君が、引ける可能性のある、まあ、抽選アイテムがね、手に入るようになってます。まあ、5%なんでね、なかなか引けないですけれども。はい。で、このピースケスの導き、これがね、いつもの祝福アイテムですね。はい。前回のトライイベントの時は、この宿泊アイテムが死ぬほど手に入って、みんなね、いろんな城を虎にしてたと思うんですけれども、はい。まあ、今回も、まあ、その祝福アイテムが手に入るよーって、一見手に入るよってなってるんですけど、ここね、なんかちょっと罠がありましたね。はい。まあ、それはちょっと後で見ましょう。はい。スターリットの宝箱と、ピスケスの導き、カルキノスのハサミが手に入ります。
2M は ?2M も同じ感じ。強化石が増えた。24時間スピードアップが増えた。はい。なんか、なくなったけど、スターリットの宝箱。スターリットの宝箱めっちゃくれるじゃん。いいね。はい。ということで、皆さんね、もうすでにログインしたら 6M 全部クリアしてると思います。これ、いつも思うけど、運営のバランス設定は何がどうなってんだろうな。はい。で、このストーリーへっていうところをクリックするとですね、毎日1話ずつストーリーが見えるようになってるようですということで、私はまだ見てないですが、はい。今回もですね、ストーリーを見る前に先にアイテムがもらえるやつですね。あ、来たー星空の巡りスーパーレアカードバッグ。はい、これね、これも後ほど、解説しようと思っています。はい、今回ね、文明カードのところも結構な変更があって、その話もしたかったのでちょうどいいですね。はい、スーパーレアカードバッグ配ってくれるの何これ優しいじゃん。モッカさん、今回の祝福アイテム買うのでたくさん欲しいです。あ、そう、結構ね、キラキラで可愛かったですよね。はい。で、この、さっきね、カニで手に入るその真珠。はい。この真珠を、ここね、このプラスをね、グイーン、これ違うか。そう、真珠の獲得方法が、毎日、カルキノスノーマルから100個手に入るよ。で、あとはパッケージ購入だよってなってるんですけど、そう、カルキノスのノーマルからは100個落ちるんですけど、エリートからも追加で落ちるんですよ。はい。そこが重要なんですよね。はい。これ、エリート見てもらうと、これ、色とりどりの真珠40とこれ手に入ってるんですよ。こっちも見てもらうと40手に入ってるんです。うちの同盟、これエリートは期間中に出せって私ね、もうすぐ、同盟チャットでコメントをしたんですけど、みんなも多分知ってたと思います。みんなね、このエリートをちゃんと召喚して、みんなラリーに乗ってるので、うちの同盟はね、結構もうエリートのラリーが結構かかってます。はい。ということもあって、違った。こっち。はい。身長がね、私はもうすでに640個持ってます。そんな感じで、そう、通常の、フィールドのボスを倒してるだけじゃ100とかしか集まんないですし、このストーリーでもらえるね、やつでしか手に入らないんですけど、しっかりみんながエリートのカニをね、召喚することで、追加の真珠がもらえます。で、この真珠をね、いつもと同じくこの仕様を、なんか、押すと、あ長押しじゃなくなってる。前からだっけ？前ずっと長押しだった。大砲の時は少なくとも長押しだった気がするけど、一気に使用できますね。はい、640使用してます。ポンと。はい、これね、100個の真珠ごとに、このネックレスがもらえるよということで、この三日月ショップのところ赤くついたので見に行きましょう。はい。三日月ショップですね。はい、ここ。これもね、いつもと同じ仕組みです。このネックレス、真珠を100個使って交換できる、このネックレスを使って、このね、レアなアイテムと交換できるという仕組みになっています。ということで、このさっきのね、スターフェザー。はい。いつもね、毎回イベントでね、50個分くらいもらえるって言ってたのは、そう、モンスター討伐と資源採集と、このイベントでだいたい20個配るんですよ。はい。これいつも通りです。ということで、もう早速ね、もう2個交換できるので交換しよう。はい。で、このスターリットの宝箱は交換に入ってますね。はい。これも美味しいんで4つ交換しましょうということで、はい。レアアイテム交換します。で、この期間中に、ネックレス、ただ、毎日100個集めてるだけだと、大体ね、その11日分、プラス、ストーリーみたいなので、その分ぐらいしか手に入らないんですけど、エリートをしっかり、討伐をしていると、このね、追加のアイテムが、ゲットできますということで、大した量ないんですけどね、レースのうちの宝箱だとか、素材だとか、この辺が手に入るようになってますと。はい。で、今回のイベントね、あれがないんですよ。いつもなら、ここに、理想の庭の景観のアイテムがね、1個含まれてたんですけど、今回ないですね。ちょっとケチですね。はい。なんかカニのラリーがかかってる。ラリーが分かりづらいから、これ、消そう。はい。ノーマルね、思ったより美味しくなかったんで、あれなんですけども、とりあえずね、参加しとこうか。はい。いつもは、この理想の庭、はい、この理想の国か。理想の国のところにね、これとかグラディエーターコラボのやつなんですよ。はい、遣唐使の冠とかね。はい、この辺の馬車とか、ナポレオン砲だとか、この辺、配ってたんですよね。
はい。さっきの真珠で交換されネックレスの交換ラインナップに、だいたいね、2ネックレス相当で交換できる、この景観アイテム20ポイントみたいなやつがね、手に入ってたんですけれども、なんか今回はね、配んなくなりましたね。はい。細かいがっかりポイントです。はい、まあまあいいか。はい。そのところでね、このネックレスのイベント自体が、この期間、11日間しかないんです。で、このネックレスを手に入れるためのこの真珠。この真珠を落とすのが、さっきの、このカルキノスのハサミで召喚する、カルキノスエリート。こいつがね、追加で落としてくれるので、このカニのハサミはもう忘れずに、このイベント期間中に全部召喚しきる。はい。自分が召喚するのはもちろん、同盟のみんなにもね、召喚してもらうのがね、おすすめです。はい。たまにね、蛮族エリートをね、召喚してくれる方がいるんですけど、今召喚するんじゃなくて、前召喚してないとっていう風になっちゃうんで、はい。アイテム出てこないんでね。はい。で、ちなみに、このカニちゃん、今回そんな美味しくないんですよ。はい。これね、ノーマルめっちゃ倒したんですけど、はい。ノーマルめっちゃ倒したんですけど、全然落ちなくて、さっきの祝福アイテム。祝福アイテムがね、信じられないほど落ちない。蛮族、虎の時って、超落ちたじゃないですか。だから美味しかったんですよね。ルーンめちゃくちゃ溜まったんで、あの期間って。でも、今回のカルキノソノーマルは、ドロップ率が異常に低いです。これバグなんじゃないのって思うぐらい低いです。でも、まあ、きっとね、バグじゃないんですよ。これ、はい、やっと出てきましたね。カルキノスノーマルからちゃんとピスケスと導き、落とすことには落とすんですけど、すごく、ドロップ率が下がりました。まあ、きっとね、虎の時に超大量に落ちて、もうみんな1000個とか祝福ゲットしてたじゃないですか。で、もう祝福連打するのクソ大変だった。まあ多分その苦情があってね、分解っていう機能がね、追加されたんですけど、はい、よいしょよいしょ。どこだはい、これね。まあこっちはわかりやすいから、そのスルトの頭とかもね、この分解っていうのをやると、祝福を使わずに、まあ、この分解ってやるとね、ここですぐアイテムがゲットできますと。はい、こんな感じのね、機能が実装されましたと。まあ、それもこれも虎がね、大変だったからだと思うんです。で、虎がばらまきすぎたから、今回の、ピスケスの導き。はい、魚座ですね。はい。余談ですが、ジャルさん魚座ですね。はい。魚座のこのアイテムね、全然落ちません。さっき、なんかイベントの上の宝箱からゲットした、いくつかもゲットして、組み合わせてもう11個しかまだない。まあ、1回使ったんで、12個しか落ちないんですよね。はい、ちなみにね、これも大きい城で使おう。いいね。ガーキンの城使おう。祝福しよう。祝福だ。はい。こんな感じでね、この魚座のマークが、出てきて、この星座がね、ピカピカ光ってるって、ちょっとおしゃれな。ちょっと周りになんかあるとあれだな。なんか、なんか、あれだな。タグついてるの、あれだな。まあ、いっか。まあ、いっか。はい。まあ、こんな感じで、結構ね、綺麗ですよね。今回の祝福はね、ちょっといい感じなんで、少しの、全部使わずにね、残しておこうかなってちょっと思ってます。はい。で、一応ね、ドロップのリストにはあるんですけども、体感としては、なんか、50体に1個とかそういうレベルな気がしますね。はい。一応ね、獲得可能なアイテムのところにはちゃんと書かれてますが、死ぬほどドロップ率が低いので、前回のね、トラはもう本当に狩り尽くせっていうぐらいね、狩るのがおすすめでしたけども、今回はそこまでじゃないです。ただ、こいつ、戦力 24.6M っていう、もう大したことないのにもかかわらず、落とす報酬はフェニックスと同じなので、悪くはないので、見たら倒していいんじゃないかなっていう感じはしますね。はい。まあ、ただね、フェニックスと違って、名声は、落とさないんで、はい。その点考えるとね、ニアは最高でしたね。はい。で、今はエリートいないんで、エリートを一応見るか。はい。エリートで落とすアイテムはね、ここに書かれてる通りで、エリートはね、この、なんか、
カニの手がくっついた宝箱が手に入るんですよ。私ももうすでにいくつかね、持ってるんですけども。どこだカニ宝箱。あったあったあった。はい。このギャグみたいなね、宝箱にカニの手が生えてる。はい。カルキノスの宝箱。まあ中身はね、まあ、そんなに良くないかな、みたいな、はい、感じですかね。はい。まあ、一応、ルーンストーンとか、3次元スピードアップは入ってるので、別に悪くはないですけど、なんかもうちょっとくれてもいいじゃんっていうね、ものになってます。はい。とはいえね、エリートの、最大の魅力は、この宝箱ではなくて、真珠、落とすことなので、しっかりね、エリートは皆さん召喚するようにしましょうというところです。はい。これはね、もう前回のイベントから変わらない感じです。はい。で、続いて、この、限定名称スキンとか伴侶スキンの話。はい。これですね。新しい伴侶が増えました。はい。伴侶のところから行けばいいか。伴侶。はい。なんか、この辺とかはね、まあ、お姫様感は、まあ、だいぶヘレンさんもはしゃなくなったなっていう感じですけども、まあ、お姫様感があったけれども、もうだんだん露出が増えてきましたねということで、はい、緑の女神デーメテールというね、人が出てきました。はい。彼女の、なんだっけ、伴侶スキン。伴侶スキンこれ変わる？こっから見れない。こっからは見れないのか。はい、また、後で別のところから見に行こう。はい、この、緑の女神、デーメテールさんですね。はい、これね、増援時、歩兵と騎兵の、援軍とかの、まあちょっと特殊な、まあ、基本的に伴侶スキルって防衛関連に効くやつが多いんですけども、まあ重要なのはね、この敵の工場兵器の HP のデバフ。これレアなので、これが手に入るのは強いですね。はい。風間さん、共有することいっぱいあって大変。いや、そうなんですよ。今回ね、もういろいろありすぎて大変なんだよな。さあ、タモさん、ポリコレって何かね。モッカさん、伴侶増えすぎ。伴侶増えすぎ。風間さん、伴侶って L 寄りになってますね。いや、そうなんですよ。なんか、どんどんはだけてってるけどと。ヘロー、ヘロー、読めない。ハローマス、Thank you for your comment. 冬月さん、F5 だと、FGO だとデメテルはトラウマ。そうなんだ。なんか、有名なあれなんですかね。はい。なんか、神話系で今回来てるんで、まあ、有名なやつなんでしょうね。はい。まあ、彼女は、すでに、伴侶スキンがあって、そう、こっから見えないんだった。ちょっと待ってね。はい。この報酬一覧で見る通り、すでに伴侶スキンがあって、はい。この伴侶スキンまでゲットすると、所有するだけで防御時の歩兵と騎兵の HP がプラス 10%。で、使用してると敵の衝撃工場兵器の防御力がマイナス 5% ということで結構強いですよね。はい。で、じゃあこの魂の伴侶を、まあ、どこでゲットするかということで、まあね、当然ですよ。当然、王のパーティーです。はい。まず、本体をゲットするのが王のパーティーのケーキレベル5ですね。はい、こちら。ケーキのレベル5に達した時の出てくるこの黄金の麦ってやつで、この魂の伴侶デーメテールを解禁できますとなっています。はい。ちなみに、10になると、アルテミスのね、スキンが手に入ります。将軍は、なんかハゲのおっさんが手に入るようです。はい。ということで、まあ、ケーキ5を目指す人がね、今回は多いんじゃないかなと、はい。伴侶をね、アンロックしたい人は、ケーキをね、レベル5にする必要があるようですと。で、この伴侶スキンの方のゲットの仕方なんですけど、それが、こっちなんですよね。はい。この引き換えストアの、この金のアイテムを2500個集めて、はい。この豊穣の贈り物、伴侶スキン豊穣の女神を利用できますということで、はい。ケーキをレベル10に、レベル5にします。まあ、でも、レベル5にすると、
まあ、なんだかんだきっとね、この、金のめぐ、金のその、三日月のゴールドコイン三日月のゴールドコインもまあ集まってくじゃないかなとは思うので、まあ、流れでね、これがゲットできるのかなと思います。ちなみに、このグローリーエピック歴史の名称の控え書、これ中見たら結構いいですね。はい。これね、グローリーエピック歴史の名称の控え書の中身は、結構その最新の、まあ、ちょっと古いのもね、相変わらずわざわざ外れ含めるのやめてほしいんですけども、比較的新しいね、香港張飛、なんか工場兵器の女の人と、はい、今回のね、アルテミスが含まれている。比較的、新しいのも含まれているようなラインナップになっているので、はい。まあ、こういったところで、まあ、三日月のコインを集めつつ、競技のレベルを達成しつつっていうので、まあ、狙っていくんだろうなという感じがしますかね。はい。ということで、まあ、ここまで言っといてなんですけど、私には関係ないイベントでしたと。はい。で、ジェムの山分けも、まあなんかいつものやつだと思います。ちょっとよくわからないので、こっちもスルーして、この辺のイベント関連のところは以上かな。はい。あ、重要なのがあった、このプラネタリウム。はい。今回ね、文明の旅イベントで、また新しいね、景観が増えましたということで、これプラネタリウム結構良くないですか？私、この天文儀みたいなやつね、これいいなって思っていて、これね、おすすめなんですよ。はい。まあ、こいつね、攻撃時の騎兵の保有量がプラス10%増えるので、モンハン勢はね、には特におすすめなんですけども、そこじゃなくて、このプラネタリウム、なんと実績があるんですね。はい。大体、こういう大型イベントが来ると、繁栄のところにですね、特別な実績が増えるんですよ。で、この辺ね、魂の伴侶を解放しろよとか、ナポレオンのをスター10にしろよとかね、特殊なやつが増えるんです。はい、ナルキッソスを所有するとか、ルッキラを所有するとかね。はい、私も持ってないんで、実績持ってないんですけれども、はい、今回も、アルテミスを所有する、ヘルメースを所有するといった、実績が増えてます。で、この中に景観プラネタリウムを所有するっていうね、実績があります。はい。もらえるアイテムはしょぼいんですけども、まあ、実績ポイントがね、5入りますと。で、理想の国の景観って別に持ってて、損するものではないので、こちらね、おすすめでございますということで、私はね、そう、こういう時のために貯めてるんですよということで、はい、文明のコインね、私今4しかないように見えるんですけども、実はここにね、記念コインの丘が貯めてあるので、記念コインの記念コイン交換する、はい、プラネタリウム交換しようかな。片様さん、太古の宝の遺跡と美術館の殿堂が気になります。ああ、そうそう、その辺もね、そういうのがね、いっぱい来ちゃったから、そう、配信して、そう、その後はね、ちょっと取り上げてきます。はい、プラネタリウム交換しました。ということで、プラネタリウム早速使おう。はい、じゃあ理想の国に行って、セットしようかな。はい、ちなみに私のね、理想の国のポイントは1200。なんですけども、これで1250になりますね。ということで、ストレージから、プラネタリウム。あ、これラインランドだった。ストレージから違うな。もうなんか、建設だ。建設、景観あったプラネタリウム。はい。はい、プラネタリウムを設置しましたということで、1250ですね。観覧車とかに引き続き、動く系のやつが出てきましたね。はい。まあ、こんな感じで景観をセットすることによって、実績がね、赤く光るはずですということで、はい、赤くなりました。わーい。プラネタリウムゲット。よし !2300 台になったぞ。2400になるとね、特別な行軍がもらえるんでね。引き続き頑張っていきましょう。ということで、イベント関連はそんなところですと。島投さん、新無課金将軍も気になります。はい、そこの話もしていきましょう。じゃあ、先に、そう、無課金将軍のね、無課金将軍というかね、いや、あれ、えぐいですけどね。えぐいですけどね。はい。じゃあ、その話していきましょう。ちょうどね、今週の火曜日の配信でも喋ったんですけど、
こっちで見るのがいいか。将軍の伝道3、全然増えないじゃん。タブ増やしたのに全然関係ねえじゃんっていう話をして、3日後 ?4 日後ついに増えました。はい。将軍の伝道が、このね、ここの、3つかなはい。この3段がね、追加になりました。時代の輝き、戦術の創始、歴史に刻むなというところで、3段増えてきました。で、まあ私ね、この3つ持ってて、この左の3つ見たことないなと思ったんですけど、それもそのはず。これね、新しく増えた将軍になります。はい。じゃあこれどうやってゲットするのか、ちょっとね、後で見ていきましょう。はい。それぞれのね、ところは、まあちょっと後ほどチェックして、はい。3段増えたことによって、まあこのね、集めた報酬っていうところもね、もらえるようになってるんですけど、こんなに時が進んでるのに、出てくるアイテムがちょっとしょぼいのはね、ちょっともう少しどうにかしてよみたいな。他のと別にレベル感合わせなくてええやんって思いましたが、まあ、ここのね、3段増えたことによって、ついに美術品がね、追加1個増えました。これですね。はい、読めないです。金区栄枯杯みたいなやつですね。はい、これ、攻撃する際の、攻撃する際に相手の射撃兵のね、防御力に対するデバフ。で、防御するときに敵の歩兵の攻撃力のデバフ。で、こっちの歩兵の攻撃力がプラスのバフということで、はい、歩兵に関する、歩兵に関するって言っちゃっていいのだろうか。はい。バフがね、手に入るような感じになってますということで、はい、この辺ね、集めると、レベル6とかになるとすごいですね。マイナス100%のデバフとかになっていくので、はい、めちゃくちゃ強いですと。はい。ということで、新しいね、この美術品が増えました。で、これ何が起こるかっていうと、これね、美術品系のアイテムの悪いところだっていう話したところがね、もう全くそのまんま反映されたんですけども、今空いてるアイテムが変わるんですよね。はい。私ね、貯めてました。はい。宝蔵の巻きの宝箱貯めてました。この中身、当然増えてます。ということで、はい。この金庫、後輩の巻みたいなやつが、宝蔵の巻の宝箱の中身に入るようになったので、はい。今まではね、16分の1、欲しい巻物手に入るの確率16分の1だったのが17分の1に、違う、15分の1だったのが16分の1になったのかな。あ、違うな。15分の1だったのが、16分の1になりましたということで、はい、悪化しましたね。これさ、もう、宝蔵の巻の宝箱2とかにしてさ、今持ってるやつに影響を与えないでほしいんだよな。はい、私はね、モナリザの巻物が欲しくて、一気に交換しようと思って貯めといたんですけど、こういうことされるんだったら引いときゃよかったともなるし、でも、新しく増えるやつが欲しい人は貯めといてよかったにもなるし、まあなんかね、すごく、なんか、もやもやするやつですね。はい。はい。ということで、まあ新しいね、美術品が増えたので、ちょっと既存のやつはね、ちょっとだけ集めづらくなりました。はい。が、貯めてた勢にとっては、新しいやつが、まあ、ちょっとすぐにね、もしかしたら、集めやすくなったというところは、朗報なのかもしれない。1から集めなくても、貯めといたおかげで、すぐにレベルをね、2とか3にできるかもしれないということになってるんですが、じゃあそもそも、じゃあこの美術品を取りやすいのかっていう話ですよ。はい。将軍の伝道のね、そうか、条件を一応ちゃんと見とこうか。はい。美術品の文明カードだった。美術品の、この解放条件が、新しく増えた3段をコンプリートすることですという風になってますと。で、この新しい3体ね、はい、1人、アーサー・ウェルズリーさん。はい、8カ国元帥となっていて、部隊を率いて参戦するために、はい、参戦するシリーズの射撃と工場兵器の攻撃が40%アップし、射撃兵の防御と HP が25%アップするということで、まあ強い将軍ですね。はい。でも、制約ないんですよね。こいつ新しい将軍に制約ないです。はい。こいつ、
ちょっと名前わかんないですけど、これ三国無双にこういう、なんか二つの鉄の弁を持ったやついたなと思った。はい。ね、金層総弁みたいなね、名前になってますけど、こいつも歩兵の攻撃。攻防が40%アップし、みたいな感じで、なんか同じシリーズで制約なし。はい。で、今ね、冬月さん書いてある清少納言のイラスト使い回しですね。俺、ほんとそう。こいつ、この顔、どこにでもいるけど、みたいな。はい。清少納言さんね。はい。この方は工場兵器の攻撃と HP が上がって、真珠連れてたらうんちゃらみたいなね、なってますね。はい。制約はないです。はい。ここがね、ちょっと囲碁なのは、ちょっといいですね。はい。そう。彼らね、さっくりいて、で、お知らせにもなかったじゃないですか。ね、お知らせにもないんですよ。いや、あるのかな、お知らせに書かれてるのだろうか。美術品変わったよ、みたいな。これ、美術館アップグレード。美術館内の将軍の伝道と美術品の重要なアップグレードに向かい、君主様の実力をさらに強化することに役立ちます。将軍の伝道さんに新たな3つの組み合わせが追加されましたと。はい。で、新たに追加された3つの組み合わせには3人の新しいエピック歴史の名称が含まれてますということで、はい、そうですね。一個一個のニュースはないけれども、ここにちゃんと新しい将軍増えたよって言ってくれてますね。はい。はい。で、これのゲットの方法、これがエグいんです。将軍の伝道さんの名称機械書を使用して、入手可能ですということで、これね、ちょっと後で見ていきましょうか。はい。そう。最初ね、このお知らせがなんか来る前に私気づいちゃったんで見てたんですけど、そう、大体ね、この名称図鑑を見たときに、一番下の方に行けば行くほど新しいやつなんですよ。だから、どう見ても新しいやつなんですよね。新しいやつにもかかわらず制約がないっていうね、ひどい感じなんですけど、そう。じゃあこいつゲットする方法、どうなってんだというところで、さっきも見たんですけど、エピック歴史の名称の引換証に入ってないんですよ。はい。これね。はい、ここには、もうラインナップとして別に増えてません。この上の方とかにこっそり増えてるとかもありません。はい。で、そう、私ね、これ火曜日交換しちゃったんだよな。火曜日交換しちゃったんで、弾けないんですけど、名称肖像画展の、はい、将軍の伝道さん、こっちじゃなかった。将軍の伝道さんの名称機械書、これの中身が変わってるんですよ。はい。増えました。はい。縦の列の3段分増えて、ここから引いてねって。そもそも、このね、マーテン・トロンプさんとか、デビッド・ハラガントさんね、取るの難しくて、これらを引くために、この将軍伝道さん名称控え書引いてたようなところに、さらに3つのね、ここでしかゲットできないやつが加わりましたよっていうね。えぐいです。3.57% です。全部均等なんで。はい。3.57% の確率で、この3体を引かないと新しいやつはアンロックできませんと。はい。私はもうそもそもマーテン・トロンプさんとかも持ってませんということで、まあ、きつめですね。まあ、きつめですね。はい。まあ一応ね、新しい長飛とかね、含まれてたり、ホーコンさんが含まれたりするのは、まあなんかラインナップの、なんていうか、ラインナップとしてはちょっと優しいなぁとは感じがあるんですけども、まあ、ちょっとやってることえぐいですよね。はい。新しいの増えたよ。でも、アンロックはすぐにはさせないぜっていうね。こういうことをしてくるんだね、みたいな。はい。過去に引いたとかではなく、もう新しく、将軍の伝道さん、名称控え書からこっから引いてねということだそうです。はい。私ね、金曜日じゃないか。今週の火曜日にね、交換して、ラウタロさんを引いたばっかりなんですけど、もうがっかりです。貯めといて、将軍の伝道さん引き換え書を引き換えればよかったなって。さすがに、あと1ヶ月ぐらい後かなと思ってた。まさか喋ったその週のうちにこんなことになるとはと。はい。私は一級フラグ建築士を名乗れると思います。ココさん、何でも言う戦略のエキスパートゲットは無理。もうそれは無理ゲーです。柳さん、またもな無課金工場兵器将軍やっときましたね。性能は最新に比べれば弱いですが。
島流さん、あれ太古の遺跡から出ると思ったのに違った。太古の遺跡から出ないですよ。多分出ないですよ。はい。残念ながら、はい、お知らせにも書かれている通り、出るのは、この名称記載書からしか出ない、少なくともこれからしか出ないような書かれ方をされてるかなと思うので、はい、ここからね、頑張っていくしかないかなっていう感じでございますね。はい。で、流れでいきましょう。文明カード。これも結構な変化がありました。まずタブが増えましたね。はい、ここね、なんかバランス悪いなと思ったんですけど、もともと想定内だったんでしょう。こういう新しいカードが増えましたね。はい、星空の巡り。星空の巡りイベントの開催を記念して発売された限定カードですということで、このイベント限定のね、カードがね、収集してくださいねということみたいですね。はい、この仕組みえぐいと思います。この仕組みえぐいと思います。この期間でしか増やせないバフがあるっていうことですかね。新しいやつを見る前に、既存のやつにも変化があったので、そこを先に話していきたいんですけど、皆さん、文明カード、もしまだ開いてない方ね、開いてみると、ここね、宝箱キラキラしてると思うんですよ。はい、リワードとバフが増えました。はい、シルバーカードを集めるっていうのが、今までは、ちゃんと全種集めなさいというやつしかなかったんですけど、5枚集めたらいいよっていう、その途中段階が追加されました。なので、これこうクリアしてる人結構多いと思います。シルバーカードを集める5分の7。はい。5つまではコモンとレアだけで集まるので、そう、8種全部集めるの大変なんですけど、5種は大体集まるんですよ。だから、大体の人が、これ毎日ちゃんと文明カード引いてる人であれば、このシルバーカードを集める5分の7。5分の7っていうか、シルバーカードを集めるの5個はさすがに集まってるだろうというところで、このレーダー参加する際の騎兵の攻撃力だとか、このリワードがね、もらえるんじゃないかなと思います。はい。で、そんな感じでですね、アメリカとか全種類ですね、リワードが、追加になっています。はい。で、これね、だからちょっと優しい。ちょっと優しいんですけども、ちょっと優しいんですけど、まともにやってる人たちは多分もうこれみんなもらってるんで、なんていうか差にはならないですね。はい。まあ、嬉しいことだとは思うんですけども。はい。ということで、こちらのね、皆さんにね、リワードがもらえるのと、バフが増えてる、小石の方への防御力プラス 1% とか、こういうね、バフが入るようになってるかなと思います。で、私が以前で配信でやったような、カードのね、レアリティを上げる行為、合成もね、どんどんしていくのがいいですね。こうなってくると。合成しよう。はい。この、シルバーカード、シルバーカードじゃない、ゴールドカードか。はい、ゴールドカードとかの、数も、条件になっていました。なので、今私これをやっていくことで、もしかしたら、コレクションが増えるんじゃないかな。試しにね、やっていきましょう。全然ダイヤモンド引けないけど。はい。やった。予想通り。はい、アメリカ。はい、アメリカの、ゴールドカードが今私増えたので、ゴールドカードを集める4分の4、これを達成したので、受け取る。歩兵と騎兵の声が2%これで上がりました。はい、韓国。韓国は単純にニューが増えただけですね。中国。はい、中国赤丸ついてる。やったね。はい、ゴールドカードを集める4分の4。はい、アラビアは増えただけ。はい。こんな感じでですね、今まで合成してなかった方、急いで合成しましょう。途中経過のやつね、バフが増える可能性があるので、このね、カードの合成、こちら、めちゃくちゃ重要になりましたんで、はい、忘れずにね、これ合成していくといいと思います。ちなみにダイヤモンドランクはダイヤモンドも5を集めなきゃいけないのね。まあ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 。はい。まあ、この辺はね、さすがに難しいかなと思います。さあ、じゃあ続いて見ていくのが、今回のイベント専用の限定カードっていう話ですね。なんか、はい、同じく8種ずつあるみたいです。なんか三日月機構とかさっき見たな。
無限の最新。こっちの名前と一致してんのか、もしかして。あ、違うな。三日月機構。星空です。無限の最新はなかったな。はい。まあいいでしょう。はい。大きく3種類あるみたいですね。はい。せっかくなんでね、引こうかな。でも先にね、コレクションボーナスが見たい。はい、コレクションボーナス5分の5、シルバーカードを集める、シルバーカードを集める。あ、種類一緒ですね。種類一緒ですけれども、はい、やっぱりバフが歩兵の防御力、歩兵の防御力、歩兵の防御力。防御する際に歩兵の攻撃。はい、これ一番左のやつ、歩兵ガチ勢絶対必要系ですね。歩兵の攻撃力とかめっちゃ上がります。歩兵の防御めっちゃ上がります。はい。で、真ん中は三日月機構。これのコレクションボーナスは歩兵と騎兵の防御力。歩兵と騎兵、何歩兵と騎兵めっちゃ上げるやん。はい。歩兵と騎兵の防御力。騎兵。後半は騎兵。星空の神話はあ、射撃兵になった。射撃兵の攻撃、射撃兵の攻撃、射撃兵の攻撃。射撃兵の攻撃重要じゃねえか。はい。射撃重視の方は星空の神話集めたいですね。はい。でも集めたいとか言ってて、これ何が出るか運ですからね。はい。これね、正直、えぐいと思います。これって、この14日間限定だと思うんですよね。はい。この14日間限定だと思うんですけども、この14日間で集めなかったら、このバフ、永久に手に入らなくなるってことですかね。まあ、もしかしたらね、どっかで復刻って出るかもしれないですけれども、はい。ちょっと、えぐいですよね。まあ、その代わりね、配ってくれてたみたいなので、こっちはワールドシビライゼーション。今日の無料分だったんであんま関係ないんで、サクッと引いて、さっきね、アイテムでもらったやつです。星空の巡りシリーズのカードを入手できます。レアリティ、スーパーレア以上のカードが必ず1枚含まれますということで、これどこでもらったやつだっけこれかなこれの、この上だっけなあ、違うな。ここじゃないな。さっきね、これもらえるんだって話をね、したんですけども、あ、この宝箱わかんない。何引いたかわかんない。確か、この上シリーズだったと思います。はい。なので、皆さんね、私と同じく2個はね、ゲットできるんじゃないかなっていうところなんですけども、はい。じゃあせっかくなんでね、この星空の巡りシリーズのカードを入手できない。これをね、引いていきましょうか。でもさ、これ、2つしかないんだぜ。そんなに手に入んないでしょ、これ。あ、なんかエピック出る。優しい。深海の階段。アルテミス。アルテミス。この被り嬉しくねえ。カルキノス。星空の送信。で、さあ、もう一個引こう。お、レジェンドだ。星空の学章。月神の巡礼。深海の階段。ヘルメース。月の女神アルテミス。はい。で、引いたのはいいんですよ。引いたのはいいんですけど、赤いのついた。勝ち組来た。はい。まあ、ここはね、無限の精神からは1個しかできず、三日月の気候は2個。星空の神話がエピックとレジェンド出たのマジ強かったな。はい、私は運よく、ここ、アルテミスがなんか2枚被ったような気もしますけど、これ5分の5達成しましたね。はい、シルバーカードを集める。レイドに参加する際の射撃兵の攻力プラス 2%。やったね。2%増えたぜ、バフが。はい、ってな感じで、いや、これね、えぐいだろ。なんなんひどくないこれ、このバフ。だってバフがね、取り上げられることはないだろうから、これ多分残り続けるんですよね。この復刻どんぐらい来るんでしょうね。復刻が来ないなら、今取っとかなきゃいけないっていうね、すごく足元を見た、イベントかなって思います。これはえぐいですね。はい。ちなみにこのカードパックをゲットする方法ですね。さっきね、カードパックを開くのところに限定カードパックっていうのがね、いつもはこのカードパックを購入だけだったんですけど、限定カードパックっていうね、列が増えています。はい。で、これパッケージがね、あるみたいですね。星空の巡りカードパックのプレミアムパッケージ、両方ともプレミアムパッケージじゃないかはい。ピンクジェム約1000と、ピンクジェム約1万という風になってます。で、この中にね、このスーパーレアカードパックが3個だったり、20個だったりってなってるみたいですね。ちょっと待って。
ピンクジェム1000だと、スーパーレアカードバックが3。10倍なったら、スーパーレアカードパック20。なんで減るのこれ。嘘。なんでなんでなんでこれ、1000を10回買った方が、スーパーレアカードパック30なのこれなんかどういう仕組みなのなんでなん戦績の宝石とか。これなんかさ、設定間違ってないいろんなアイテム10倍なんだ。このエピック歴史の名称控え書が増えるから減ってんのいらなくねいらなくねは言い過ぎかもしれんけど。いや、いらないだろってこの確率が減ってるんだから。アルテミス欲しくても 13.04% だぜ。レアカード集めたい時には、この左のピンクジェムを10回買う方がいいんじゃないかなって思います。はい。ということで、こっからじゃないとゲットができなそうですと。で、その他で無課金がゲットできる機会があるのかながちょっと気になるので、この辺見ていきますが、あともう一回もらえるタイミングあんのかなないね。ないや。ないや。なんかさっきこの辺でゲットできたんだと思うんだけどな。はい。運です。運です。私は運が良かったようです。やったぜ。はい。ということで、はい。これね、文明カード、少なくとも、あと2つは増えそうだし、ね、皆さん、心中の苦い思い出があるじゃないですか。心中もさ、もう収まるからもう来ないかなと思ったら無限に増えてここスクロールするみたいなね。こう、移動できるみたいになりましたよね。はい。きっと今後もこういうのが増えていくんでしょうね。はい。えぐいビジネスを開始したようです。島流さん、多分毎日2個もらえたの、ひかさんストーリーからもらったと思いますが、毎日もらえるんですかね。あ、なるほど。そうか、ストーリーか。ありがとうございます。そう、ストーリーか。ストーリーサクッといっちゃったから。これアイテムがね、何もらえるかわかんないのが、ね、あれですよね。あ、やめようやめようやめよう。ストーリーはまあ一応ね、念のため後で見ようと思いますが。はい。なんかゼウスっぽい人いるし。毎日もらえるんですかね。なんか、大体こういうのってさ、一番最初だけ、よく知って、一番最初と最後だけみたいな感じがするけど、ここでもし毎日もらえるんだとしたら、1、2、3、4、5、6、7。7回全部で、まあ、引ける。1日2個もらえるとして14パック。14パックかける5。90枚。まあまあチャンスがありますね。それならちょっと優しい。優しい。5種類ぐらいは揃うかもしれない。いや、まあ、えぐいけどな。えぐいけどな。ガチ勢にとっては、きっと、なんていうか、ゴールドとかダイヤモンドも集めなきゃってなるだろうから。はい。はい。コンプリートをしろっていう圧が来てますね。はい。ということで、これね、ストーリーをね、めんどくさくて見てないっていう方もいらっしゃると思うんですけども、アイテムが非常にいいので、毎日ね、このストーリーから、アイテムはもらうので忘れないようにしましょう。はい。一番のポイントは、明日ももらえるかどうか、そこですね。はい。いや、ありがとうございます。ストーリーからもらったの忘れてました。はい。はい。ということで、文明カード系のところでした。さあ、続いて、じゃあせっかくなので、はい、またね、なんか、謎のイベント、これ気になってるけど、先に重要な遺跡の話行きましょうか。そう、もうなんだかんださ、もう12時18分になっちゃって、すいません。もう気づいたら1時間経ってるわ。はい、遺跡の話はしなきゃいけない。はい、もうこれもね、火曜日に話したんですけど、遺跡って、ね、計40から45にアンロックされる前の、春頃、4月とか3月ぐらいに変わったんだよねと、特別なイベントのタイミングで変わったんだよねという話をしてて、はい、長期イベントのタイミングで本当に変わりましたねということで、遺跡の報酬が変わりました。はい、で、もうすでに変わってます。はい、私ね、貯めてたんです。中身がまた良くなるかもしれないからって言って貯めてたんです。はい。なんと解約です。悪くなってます。私の感覚では悪くなってます。はい。この辺のね、ローランド、ウィンフィールド、
楠木さんとかね、学費とかね。はい、もうこのさ、元老院にセットできないやつ配るのやめろよ。もう学費で痛い目見たんだから私。はい。エレクトラとかね、はい、手に入るんですけど、これね、伝与エピック歴史の名称の引き換え書のかけら。はい、これがね、出るようになりました。はい。これね、最近、配られることが増えて、今回のね、新しいイベントでも、増えましたけれども、これ、30個でね、交換すると、エピック歴史の名称の引き換え書、プレミアムの方かなに引き換えることができる、これがね、出てきました。はい。私もね、だからこれいっぱい持ってるんです。持ってるんです。はい。これね。はい。今もう55もある。伝用エピック歴史の名称引換書のかけら。これね、交換すると、エピック歴史の名称引換書プレミアムがゲットできます。はい。ちなみに、エピック歴史の名称の引換書で欲しい将軍をピンポイントで引きたいっていう時、0.87% の確率で引けます。はい。ピックアップされてるアルテミスが引ける確率は 13% です。はい。これ何が言いたいかっていうと、これね、報酬の一覧からね、消えたんですよ。消えたんですよ。ザカリー・テイラーとか。あれなんかブーディカもついでに消えてない？えはい、スールと前田利家、ザカリー・テイラー、はい、など、まあ、私はね、集め、ほぼほぼ集めてたんでいいんですけれども、これまだ集めてられてないよっていう方絶対いたと思うんです。私、トミルスとかはまだね、集められてなかったんで、優先してなかったから、集められてなかったんです。イーナオマサ。イーナオマサはね、もう私赤にし始めてるからいいんですけど、はい。この辺の、一昨年増えたいい将軍のかけらが、ごっそりなくなってるんですよ。で、その代わりに、将軍そのものを引けるかけらが手に入るよってなってるんです。これをね、アップデートって表現している運営ふざけんなよっていう風にこれ見た時に思いました。で、その他の報酬が良くなってるわけではないんですよ。まあ、きっちりね、比較できるわけじゃないので、わかんないんですけど、昔の配信と比べればなんかわかるかもしれないんですけど、特段良くなってるようには見えません。はい。全然見えません。全然見えませんどころか、24時間スピードアップとか、今あったね、今あったね、24時間スピードアップなくなってない？デグレしてると思うんだよね。8時間スピードアップでしょ？前は報酬の中に24時間スピードアップが5個だとかね、あったと思うんですけど、なんか中身デグレしてる気がするんですよ。デグレしてるにもかかわらず、電用エピック歴史の名称引換書を入れてきたっていうね。これ、マジで全然美味しくないですから。遺跡に潜る意義は特定の将軍、ここで出る将軍については赤星を集めるのが集めやすい。エレクトラが残ってるのはせめてもの良心かもしれないですけど、ザカリーとかブーディが消したのマジで何なんだろうっていうね。はい。正直これ2年前の、報酬が良くなる前に戻ってると思います。で、その代わりに、この電用エピック歴史の名称の控え書を入れてきましたっていう内容になってます。はい。これね、マジでやってる。すごく残念。マジで引いとけばよかった。ひどすぎる、これ。はい。マジで、これ今日の配信で一番喋りたかったやつです。はい。で、一応ね、これだけじゃないんです。これだけじゃないんです。ということで、よいしょ。遺跡機能更新のお知らせ。はい。遺跡機能には以下のアップデートがあります。遺跡の宝物庫のリワードは更新し、遺跡の宝物庫を探索する確率で電用エピック歴史の名称控え書のかけらを獲得できます。びっくり。
なんか一番上に持ってきてね、さぞ、すごいことのように言ってますけど、これ、わかん、もちろんね、価値観は人によるかもしれないですけど、私にとってはゴミだなと思いました。もうはい、前の方が良かったです。前の方が、あの製造に使うのもやりやすかったし、はい。で、新たに太古の遺跡が追加され、探索することで豊富なリワードが得られます。これね、次見ていきます。魔法の宝の地図を10枚合成すると、1枚の太古の宝の地図が獲得できます。使用した後、ワールドマップでランダムに1つの太古の遺跡を開くことができます。探索を完了すると、同盟メンバー全員が1つの太古の遺跡同盟パッケージを獲得できます。遺跡を開いたプレイヤーはさらに1つの太古の遺跡開拓者パッケージを獲得できます。というところで、これ何を言ってるかって言いますと、私すでに合成をしました。ということで、これですね。はい。遺跡のやつって宝の地図、ノーマル、レア、スーパーレア、レジェンド、エピックってあって、エピックをさらに合成すると魔法の宝の地図になりますと。これがね、今までのマックスの遺跡だったんですけれども、これをさらに合成ができるようになって、この赤色の太古の宝の地図というのが、ゲットできるようになりました。私ね、はい、全部合成して59個の太古の宝の地図にすることができましたということで、これ結構ね、集めてたんですけれども、はい、なくなりましたね。で、これ、えぐいのが、これ合成する数多いんですよ。これね、だいたい、この辺の傾向って、3個で1個合成ができるんですけど、これ太古の宝の地図太古の宝の地図は、よいしょ、10個。10個で1個なんです。ちょっとね、効率が悪いんですよ。はい。なので、これ、溜まってる人でも、そんなに太古の宝の地図、あのーゲットできないかなと思います。ヒカさん、この間 JAL 天帝が遺跡のアップデート来そうって言ってたからそこから貯めてました。それまではすぐ終わるぜだったので被害は最小限ですが、いや、そう、こんなに悪い結果になるとは思わなかったです。はい。そういう被害がね、最小限で良かったです。私もどちらかというと悪勢だったんですけど、あえて貯めたのが、裏目に出てとても悲しいです。ふざけてるよな、マジで。はい。で、太古の宝の地図、せっかくなんでね、開いてみましょう。539、遠い。はい。これ、太古の遺跡ということで、まあ、見た目は別に変わんないですね。で、研究ポイント 500M で、残り時間1時間。これ1時間で開けなきゃいけないの辛くない？ 500M？ ちょっと待って、待って。不思議な遺跡は 67.4M で3日間猶予があるのに、太古の遺跡は1時間しか開かなくて、500M 必要なの？これ、よほどいいアイテムが出るんだ。これ遠いけどどうしようかな。これさ、10個しかないからさ、いやでもね、さすがに遠くない？ 500M でしょ？えーっと、まあ、いっか。せっかくだから、島永さん、これかなり効率いいですよ。本当に ?30 分で50体いるくらい集まります。なるほどね。そういう意味で効率がいいのか。とりあえず、とりあえず、出すか。あ、でも確かに、A に対する、あれの増え方が違う。ナンツキングさんこんばんは。コメントありがとうございます。これ出すか。新しくなった遺跡ですって書いとこう。はい。あ、探検終わるんだ、これ。終わりそうな雰囲気してるな、これ。はい。自分が開いたところ。
でも推定終了時刻 8D だから、1人じゃダメだな。でもハンマーは集まりません。あ、そうなんだ。で、入手可能リワード、必要なのは、重要なのはここですね。入手可能リワード、ブロックハンマー、石板のかけら、食料、木材、石材、鉱石。合ってるよな。太古の遺跡。100系ゴールド、60分間スピードアップ、8時間スピードアップ、3日間スピードアップ。1M 安全食料箱。24時間停戦協定。君主エキスポ。アートボックスとかいうゴミを入れるのをやめろ。秘宝ボックス、アレチヌ。この辺はいつもと同じ。石板のかけら、ルーンストーン箱。石板のかけら上もあったけど、石板のかけらが2倍集まるのか。なるほど。せっかくなので、不思議な遺跡と比べましょうということで、入手可能なリワード。なんかざっと見てる感じ、安全食料箱、安全かどうかが違う。あ、あれだね。石板のかけらが、一列、一段多いのと、食料箱とか、この辺の資源が安全系になっている。の違いがあるぐらいですね。はい。だからこの、あとルーンストーンが増えてんのか。だから石板のかけらが通常よりも2倍で安いんだ。だから私そう、ハンマーがクソ余ってて、ハンマーの方が余ってるんですけど、そういう人はいい感じなのか。で、あれか、途中退出してハンマーを余らせていっぱい石板割るっていう行為が可能なのか、もしかしたら。なるほどね。はい。ちょっとわかりましたね。はい。ラインナップが大きく変わったことはないんですけれども、強いて言うのであれば、この遺跡の中からルーンと石板のかけら、ルーンが出るようになって、石板のかけらがより出やすくなったというところですね。石板のかけらが出やすくなったのはいいですね。ただ、でもやっぱりね、これね、言及しなきゃいけない。石板割った時の中身、石板割ったところから出るものがクソになってるんで、総じてクソアップデートだと思うんですけどはい。で、増え方はどうだろう、そんな早いかな。一人で入った時の 8D って、通常と同じ割合な気がするから、総数が増えてる。総数が10倍近く増えてる中での 8D だから割合が一緒だと思いますね。早いというよりは。はい。まあ、早いでいいのか。その、単位時間あたりの掘れる量が増えてはいるので、そこはちょっとお得ですね。はい。で、一番気になるのが、完了した時の報酬ですね。書いてあった通り、遺跡をね、完了させると、まず全体に配られる報酬がこっち。不思議な遺跡の同盟パッケージ。これですね。はい。これは同盟全員に配られるやつです。で、自分が開けた遺跡が、完了すると、こっちのね、不思議な遺跡の開拓パッケージ。これがね、もらえるんですね。で、こっちが結構美味しいんですよ。はい。だから私は、なるべくね、同盟の背部に近いところに、リセマラをして出るようにして、で、そこからね、自分の遺跡が、完了してもらえるように、プレイをしてました。はい。ただ、太古の遺跡って、もう不思議な遺跡の、不思議な遺跡10個分とかいうめちゃくちゃ大変な量が必要なので、これ、リセマラ簡単にできなくなりましたね。リセマラしづらくなっちゃいましたね。はい。ただ、これ、遺跡のレベルによってもらえるアイテムが変わるので、この同盟全体に配られるものがどう変わるのか。よいしょ。どこ行った下の、もっと下だった。はい。これ、同盟全体に配られるこのパッケージがどんなに良くなるのか。あと、自分が開けた時のやつがどんなにいいものなのか。そこが気になりますね。はい。ということで、私ね、一応わざわざAC にコメントしたけど、誰も、走るような時間でもないからな、まだ参加してくれてませんが、はい、まだね、うちの同盟では太古の遺跡開けてる人、いた。ここ、836でめちゃくちゃ遠いけど。はい。あれ、ワイリーが戻ってきてる。
戻ってきたんだ。まあいいや。入っとくか。あ、でもまあ、寝る前に入ればいいか。いや、いや、完了したやつが見たいから、入ろう。やっぱり4、5人入らないと完了しないですね、これね。入っとこ入れとこう。で、結構兵士入れないと、結構兵士突っ込まないとあれだな。夏銀さん、三日月の参加の次戦宝箱が 10×4 回で当たりました。おめでとうございます。素晴らしい。うますぎる。あ、皆さん、こんばんは。太古の遺跡ですが、6時間ぐらい探検してルーン40個出ました。あ、なかなかいいですね。そうなんだ。はい。あ、みんな気づいて太古の遺跡オープンし始めているね。はい。はい、いいことですね。じゃあ、太古の遺跡、もともとね、私遺跡にたくさん出す勢だったので、はい。今後は太古の遺跡だけ狙って出そう。はい。で、太古の遺跡、遠くても出さざるを得ないですね。多分そっちの方が効率がいいんでしょう。はい。ということで、じゃあ、太古の遺跡の、ちょっとね、完了が、私が開けたものが完了するかどうかはちょっとわからないんですけれども、みんながね、入ってくれることを祈って、これがね、一人で入ったら8D だったんですけど、今一人入ってくれたんで 4D に変わりましたね。だから5人ぐらい、5、6人入ってくれたらね、完了できると思うので、この結果についてはね、また、共有できたらと思います。片様さん、2、3日前に勇者のお助けパッケージという課金イベントがあったんですが、値下げでピンクジェム99個とお手軽だったと思って購入したんですが、くるくる読み込みするだけでうまくリワード獲得できなかったようなんですが、何か情報を知っている人いますか？割安だったので多分多くの方が購入したんかなって思ったんですが、それについての運営から上見とかなかったかなと思いまして。勇者のお助けパッケージっていつもあれですね、長期イベントの狭間の時に出てくる、次のやつ無料でゲットできますよとか書かれてるけど、実質、入ってるパッケージを分割して見せてる、ちょっと詐欺チックな、開いた時のバナーで出てくるやつでしたっけ？購入された方、いるんですかね？その内容、はい、もしご存知の方がいたらコメントありがとうございます。ワイリーにお帰りって言っとくか。よいしょ。はい。エボニー翻訳に任して、簡単な文で終わらせて。はい。ということで、太古の遺跡の、ちょっと、どうやら、人数、完了するために必要な人数の割合とかは変わってないので、時間あたりの、発掘量っていうのが、なので相対的に増えているということのようなので、良さそうですねと。で、中も石板のかけらとかルーンストーンが出るように、たくさん出るようになっているので、良さそうですね。はい。ただ、この報酬の一覧、はい、ここが、はっきり言って残念になったなと思っているので、非常にショックです。非常にショックです。私、トミルス集めようって思ってたのに、はい、集められなくなって残念でございます。これマジで改善してくんないのかな？何なんだろう。あのーこういうところをよくしてくれるだけでだいぶ変わるのに、ね。はい。いいや、やめよう。やめよう。はい。ということで、遺跡のね、変更がありましたというところです。で、あとは、遺跡の話はしました。美術館の話もしました。君主肖像期間限定祭。はい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 。これは、昔の君主の肖像の弓持ってるやつとかがね、また出るようになったみたいですね。押し跡のグレースイベント。
はい。これね、これそうだ、さっき新しいバナナわかんないやつあったんで、これ後で見ようと思います。フィールドメダルリワードアップ。フィールドメダルリワードが大幅にアップしました。はいはいはい。あれ課金のやつだからよくわかんないですね。スーリスのウィッシングプールがリワードが時間限定でアップします。プールの各アイテムが増え、バースコインを消費してウィッシング。はんこれあれか。スーリスのウィッシングプール、これか。これですね。あ、ワールドシビライゼーションカードパックっていうのが増えてる。スターメテオライトも増えてる。はい。まあなんかこのスーリスの秘宝っていうのがこれなんか良くなったみたいなんですけども、これ残念ながらそう、コインをね、ゲットする方法が、なんかジェムで買える？ここに飛ばされたけど。ないよね。ないよね。ないな。そういえば、ヘモリーさんの動画で行軍速度アップの話ありましたけど、そうそうそう、これね、いつだっけな、1ヶ月前くらいとかだと思うんですけど、じゃあ1、2ヶ月かな。1、2ヶ月前くらいからね、そう、これね、増えたんですよね。これね、こっちの王城のバフ一覧の一番下にあるんですよね。行軍速度アップノーマル。はい。そう、1時間だけね、行軍速度がね、20%アップするってやつがね、なんかいつの間にか増えてましたね。はい。これね、結構前から増えてた。で、さっきのアイテムは、まあ、なんかやっぱ関係なさそうなので、まあ、いっか。はい。なんかこれの報酬も上がったよっていうことを言ってるようでした。違うな。これ累計ジェム買えって書いてあったわ。はい。このコインね。ピンクジェムを購入すると、これが獲得できるよっていう書いてあったんで、関係ありませんでした。はい。なんか報酬が良くなったそうです。で、フィールドメダルもね、これクエスト完了でもこの報酬が良くなったって書いてあったけど、そう、この辺のところ多分変わってなくて、エリートクエストかなこの辺の報酬がちょっと良くなったのかもしれませんが、まああんまり関係なさそうなので、そうなんだというところですかね。はい。で、今回のイベント系で最後が、この星跡のグレースイベントの登場ということで、今回の星空の巡りのイベントとなんか似たような感じで、この星跡のグレースっていうね、謎のバナーが増えていましたということで、これ見ていきましょう。50回抽選を行うたびに必ず入手します。なんか光か、アレース型、240回抽選を行うたびに。400回抽選を行って必ず入手します。この女なんだっけ？ヘーラー。なんか担当官っぽい。これは自由特製のブランドボックス。これね、でもね、あのーパーセントなの、えぐいよな。はい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 。自由特製ね。スターリットチケット。はいはいはい。片様さん、普通の研究が軍事研究とかの研究拡張は来てないですか？いや、来ないと思いますよ。それ多分アンロックと合わせてですね。以前、流れで言ってしまいますと、以前、研究のこの防御の進化が増えたタイミングは、41から45が増えたタイミング。その時に、ここの一番右の列が増えました。で、軍艦も同様ですね。ここの右の近接陣形、遠隔陣形が増えたのは、41以降の、城が出た時に、増えました。っていう感じで、これは結構な、その大型アップグレード、白レベルの上限が解放されるような時に増えるかなと思ってるので、もし6月頃にね、50までアンロックされるのであれば、その時に、2段増えると思います。でもこれはね、単純な話、この軍艦45で終わっちゃうんで、はい。46からもっと遊べるドンということでね、46から50用のやつが追加されるっていうのがメインの目的かなと。で、はい。で、科学院はね、あのー40あれば、全部クリアできるような仕組みになってるのですが、はい、45から50に上がった時に、またきっと増えて、45まで
で全部揃えられるものが増えるみたいな感じでなるんじゃないかなって予想してます。はい。どういうのが増えるかね、気になりますけど。はい。防御の進化もね、序盤はね、なんか33とかでも上げられるんだ、33、4でも上げられるんだと思ったら、なんだかんだすぐね、レベル4とかで、上限に来てしまって、結局なんだかんだね、計40にするまで上げられなかったみたいなってたんで、はい。一段増えたとしてもね、簡単に上げられないやつが来るんだろうなって感じがしてます。はい。で、今回はね、なんていうか、準備期間の一環であるだけだと思うので、これは変わってないですね。で、星跡のグレース。これ、イベントがよくわからないが、まあ、とりあえず50回やるごとに天井がありますよっていうことですね。で、この引くためのこのコインはどうやってゲットする？あら、ピンクジェム。ピンクジェムでゲットができます系ね。なんか受領って光ってるぞ。あれこれ、赤光ってる。同じか。あ、毎日この星跡コインっていうのを1個ゲットできるのかな？はい。よくある感じですね。はい。で、1回引くともう抽選ができるんだけど、そもそもこれの確率ってどんな感じなんだ？星跡コインを消耗して抽選を行い、星跡より以下のみ3種類のリワードからランダムで1つを入手できます。ノーマル、限定リワード、唯一リワード、当選回数は1回のみ、当選後に他のリワードに変える、当選回数制限あり。毎日イベント画面より星跡コインを受領できます。やっぱ毎日ゲットできるけど、翌日にも越されない。貯めらんないって言ってる。へえ。やばい、今引かなきゃ。はい、皆さんこれ、なんか重要なルール書かれてました。毎日この星跡リワードのところから1個もらえるけど、貯めらんない。1個しか持てないから、引けって書いてあります。気をつけてください。はい。で、毎日イベント画面より星跡コインを受領できます。翌日に申し越されないため期限内に受領した。違うな。ここでもらう権利は持ち越せませんと。ここが数増えないけど、このコインは多分貯められるな。はい。間違えてました。はい。まあ、それは釣りイベントとかとも一緒ですね。釣りイベントとかもね、獲得するところからちゃんと獲得しておかないといけないっていうのはね、同じなんで、まあ、いつものやつと変わんないですね。はい。難しく考える必要なかったです。抽選は指定回数まで累計すると累計回数リワードを入手できます。はい。まあ、いわゆる天井システムですね。イベント終了後、水量の累計回数リワードが消えてしまいます。お早めに受領してください。唯一リワード以外、他のリワードは当たった後でも抽選できます。ただし、天井の機能は常に提供されます。なんかちゃんと天井っていう表現書かれている。珍しい。常に提供されます。詳細感の通りです。ということで、はい、さっき真ん中にピックアップされてたやつですね。50、240、400、500。キリがいいところで、この特別なアイテムがもらえますよと。で、ヘーラーってやつは唯一ってなっている。はい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 。まあ、1回しかゲットできないと。各アイテムの当選確率は以下となりますということで、一応0.4% とか0.1% で、この大当たりをね、可能性もありますと。でも、共鳴成果。これ課金じゃないと手に入らないアイテムだ。これ電動院、元老院か。元老院で使うアイテムですね。スターリットチケット。6、12.5%。で、大体は安全試験箱ウルトラレア60分間スピードアップ 1M ゴールド秘宝ボックス宝蔵の巻きの宝箱この辺が出るようになってますということで、30の45%か違う、60の75%か。75%が、まあ、いわゆる一般アイテムですね。スーパー感触技能書の宝箱とか、担当官次戦宝箱だとかね、大当たりが存在するのはちょっとおもろいですね。はい、この辺、はい、これか。共鳴成果手に入りますよとか。はい。自由特製のブランドボックス。で、なんちゃらチケット。スターリットチケット。このイベントのスターリートショップでリアドに控えることができますと。へえ。究極リワード選択。選択した後、次回当たる究極リワードは必ず選択したリワードになります。選択は未解禁。はい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 。これも関係ないですね。で、こっち、下が累計のやつですね。まあ、もらえる担当感は、はい。スターリートショップ。
はい。このスターリットチケットっていうのが何パーの確率でゲットできるんだって？18.5% か。まあまあ、期間中に1回ぐらいは当たりそうですね。18.5% の確率で、このスターリットチケットの50か20が手に入る可能性がありますということで、まあ、期待値としてね、20枚ぐらいはゲットできる可能性がありますねと。で、この20枚をゲットした時に何がもらえるかっていうと、こっちは、ピンクジェムの話、スターリットショップ。はい、はい、ここから当てるしかない。こういった何？黄金の雫。お城の飾り、聖獅子の森を解禁するためのアイテムです。お城の飾り、聖獅子の森をすでに所有している場合は、他プレイヤーに送る、あるいは使用してレアな、何これ？お城の飾りが手に入る。180個。まあ、これ関係ないわ。うわー、エピック歴史の名称プレミアム。制約の石。制約の石嬉しい。重血の石欲しい。戦績の欲しい。まあ、いわゆるレアアイテムと交換できますよっていうことか。あれですね。この前まであった、まあ、ヘカテとかのイベントとかもそうなんですけど、抽選した時のセカンドチャンスというか、余ったやつで、追加で交換できるよみたいな、そういう系のシステムですね。まあ、その割には中身はいいやつですけれども。はい。なるほどね。はい。18%をうまくたくさん引けば、まあ、この辺のね、アイテム、ゲットできるのかなというところですかね。はい。50回を4回当てれば、この謎のアイテムがゲットできるかもしれないですね。はい。ということで、まあ、特に何も考えずに、毎日、このね、星後のリワードっていうところから、ここからね、アイテムゲットできるんで、このコインをゲットしましょうと。で、はい、このコインをね、抽選することで、まあ、何かしらアイテムが出て、たまにいいのが当たるとラッキーですということで、あれと同じような感じですかね。タロットみたいなやつ。あれもなんか限定スキンが手に入るみたいなね、タロットいつもありましたけど、あれとほぼ似たようなイベントかなっていう感じがします。はい。ラインナップが変わったぐらいでしょう。うん。なので、そんなに興味がなかったな。その他見るところ、達人のところとか特に変わりはないでしょ？これね、昔の肖像が出てきますよっていうやつですね。はい。この辺の肖像がね、手に入りますというぐらい、それ以外に特に増えてるところはね、ない気はしますかね。真珠がね、今もらえますということで、まだ交換ができてない方ね、真珠スケール毎日、なんだっけ、43個ぐらいはね、集まると思いますので、しっかり集めて、期間中、毎日フルで頑張れば、なんとか800集まると思う。800は集まんねえわ。嘘ついた。400は集まると思いますので、はい、しっかり頑張っていただけたらなと思います。ですね、来月、新しい真珠追加されます。はい。ちょうど1ヶ月後ぐらいに多分新しい真珠追加されます。なので、800貯めておくのがおすすめです。まあ私も800超えてるので、なんか適当にね、別のアイテムを交換しようかなって若干思ってはいるんですけども、はい。新しい真珠、もう秒読みですので、はい。まだね、くまちゃんゲットしてないようだとかいう方は、皆さん急いでかき集めてください。で、みんな大好き戦術研究がね、来てますということで、今回はね、スピードアップと、同時に来てますので、はい、どんどん、研究してスピードアップかけていくのがいいのかなと思います。で、一番最初にお話しした通り、同時還元ですね。はい、予想通り、今回は同時の還元が来ました。はい、おすすめは、訓練所とかの、機能が停止する系の建設設備の、建築がね、おすすめでございますということで、はい。こちら、資源とスピードの消費還元ね、頑張って消費をしていきましょうというところですね。資源があって、同時があって、また資源が来るんで、はい、リソースのね、消費計画は、ちょっと、お気をつけください。はい、そんなところですかね。第 O のパーティーは、途中で話をした通り、ケーキレベル5になると新しい伴侶が手に入るので、まあ、伴侶をね、欲しいっていう方はケーキレベル5が必要です。はい。さらに、アルテミスお色直ししたいっていう
方は危機レベル10が必要です。はい。とはいえね、伴侶ってさ、上限も解放された中で、また増やすの大変すぎませんっていう感じがしますけどね。はい。マーシャもね、4ヶ月前に増えたばっかでしょ？ジュディスはちょっと期間空いたか。はい。マーシャ出て4ヶ月後にこれだもんな。ちょっと早すぎるよな。はい。まあ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 。はい。大変ですが。はい。今回はね、そう、ガチ勢には大変な、伴侶シリーズの追加と、文明カードを、集める問題みたいなのがね、出ているような感じがしますので、はい。最前線でね、走ってる方たち、ちょっと大変そうなイベントが多いですが、ぜひ頑張っていただけたらなと思います。はい、そんなところですかね。その他特筆するイベントはないような気がします。一応ね、来週の火曜日の配信でも、さらっと振り返りはしようかなと思いますが、まあ、基本的にはね、来週はもうほぼほぼ雑談で、マヤを一からやろうチャレンジをね、やろうかなと思いますんで、マヤ生配信でもしようと思います。はい。よいしょ。はい。そんなところかな。はい。ちょっとね、開始が23時だったこともあり、終了がね、1時と、かなり遅くなってしまいました。急なね、配信だったにもかかわらず、皆さん、ご参加いただきありがとうございます。たくさんコメントいただき、しかも、あれ、まだ同時視聴66人もなってる、たくさんありがとうございます。はい。はい。まあ、イベントのところですかね。まあ、いろいろ見てきましたけれども、基本的には、これまでのイベントと大きな変更はないです。はい。なんか、絵とリワードがちょっと変わっただけかなというところなので、忘れずにね、このいい将軍がゲットできるかもしれないチャンスっていうのはしっかりやっていただいて、ストーリーからね、ストーリーはね、毎日開けることでもしかしたら文明カード手に入るかもしれないんで忘れずに毎日引きましょうっていうところ。あと重要なのは、カニちゃん。カニちゃん。はい、このカニね、巨大カニカルキノス。これは、このエリートはこの期間中に出さないと損するので、はい、こいつの落とすこの真珠、色とりどりの真珠。これはこのイベント期間中じゃないと消えちゃうっていうね、アイテムなので、このカニ取っとく必要がありません。このカニのエリートはしっかり、同盟のね、メンバーが多いタイミングで召喚してあげて、みんなでゲットするっていうのがね、一番おすすめな使い方ですので、皆さんどんどんね、カニを召喚しましょうと。はい。ただ、このカニは、前回のグラディエーターコラボの時の虎と違って、もう全然祝福落とさないです。もう本当に残念です。はい。この祝福はね、あのーこのルーンストーン箱とか強化石みたいな、こういうその重要なアイテム、重要で数がたくさん必要なアイテムがね、たくさん手に入る。はい。トラの時はすごくいいイベントだったんですけども、今回のカニは全然落ちないです。はい。そこはね、残念なんですが、まあ、とはいえね、とはいえ、やらない理由にはならないので、ぜひね、しっかり、報酬をね、稼いでいただけたらなと思います。はい、そんなところですかね。急遽でしたけれども、はい、なんかバナーが立ち上がった。このね、その、天空な感じその、色合いとかね、星座みたいなのがね、これはね、綺麗でいいなと思うんですけど、でもなんか特別感がないからねいつもの、いつものイベントのキャラが違うみたいなだけだからな。ちょっとね、最近マンネリ化してるような。まあ、かといって要塞ピラミッドみたいなイベントも大変だったからな。まあ、何がいいのかわからないですね。はい。まあ、今回通常のピラミッドで良かったなって思ってます。はい。そんなところかな。ニコさん、ポチッと、ありがとうございます。はい。ぜひ高評価をお願いいたします。富山さん、資源の消費還元がまた来るとは、はい。最近ね、スピード同時スピードで来てましたけど、資源同時資源はね、久しぶりですね。はい。まあでもね、そろそろだとは思ってたので、はい。めちゃくちゃね、育てるにはいいタイミングですので、ぜひ皆さん
今週この2週間、大変だと思いますが、頑張っていきましょう。はい。ということで、今回は珍しく金曜日に、長期イベント、新しい新イベントの、最速解説というか、一緒に見ていきましょうというような配信でした。はい。急な配信開始だったにもかかわらず、皆さんご参加いただきありがとうございました。また、火曜日には、今度はね、マヤの、生攻略配信、雑談配信でもしようかなと思ってますので、お時間ある方はぜひ、ご参加いただけたらなと思います。はい、ということで。はい、それでは本日の配信、遊びに来てくださってありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価をして、次の配信でまたお会いできたらと思います。これまでのご視聴ありがとうございました。遅くまでありがとうございました。お疲れ様でした。おやすみなさい。